ンパンにできた。わあ、最高じゃん。素晴らしい。はい、ラピュタの肉団子スープを再現してみました。わーい。ふふ。私はキキのホットケーキを作りました。すごい。こっちがキキバージョンでこっちがジジバージョン。チーズとね、トマトね。めちゃめちゃ再現度高い。いただきます。いただきます。美味しそう。嬉しい。美味しい。めちゃうま。もう胸がいっぱいです。聞く前から。会場行ったらもうすでにやばいんじゃないね、なんかまださ、夢みたいすぎてさ、なんか嘘なんじゃないかみたいな、なんか確かにまだ本当に聞けるのかなみたいな。久石譲さん実は来ないんじゃないかとか思っちゃうね。そう、なんか始まる直前でとかさ、なんかいろいろ思っちゃう。確かに。このパンフレットと、あとボールペンと湯飲みぐらいしか、あと傘ぐらいしか、あと全部完売だった。してきた、めっちゃドキドキする。うわー、すごい。先日、
奥さんと一緒にこちらに行かせていただきました。スタジオジブリフィルムコンサートツアーファイナルということで、いやーもう本当にすごかった。僕と奥さん2人とも号泣です。オーケストラを聴いて泣いたのが初めてで、こんなにボロボロと涙が出てくるのは久しぶりでした。までにはね、久石譲さんのコンサート行きたいっていう僕と奥さんの願いがあったんですけど、それを叶えることができました。今回ねやった曲、まず最初「風の谷のナウシカ」「魔女の宅急便」「もののけ姫」「風立ちぬ」「崖の上のポニョ」「天空の城ラピュタ」「紅の豚」「ハウルの動く城」「千と千尋の神隠し」そして最後が「トトロ」という流れだったんですけども、僕たちここに行く前に前日に僕と奥さんの大好きな「魔女の宅急便」を見てから行ったんですよ。作品をね一度見てから行くと、曲が流れてる時に物語を頭の中で思い出しながらその曲を聴くことができるので、もう曲がね胸にすごい染みるんですよ。僕は奥さんの影響でね魔女の宅急便すごい好きになったんですけど、奥さんはもうちっちゃい頃から好きで、奥さんはね原作の本も読んでるんですよ。だからすごいねキキに思い入れが強いんですけど、例えばキキが飛べなくなる時ありますよね。飛べなくなって苦しむシーン、あそこのねシーンに流れる曲とかもねめちゃめちゃ刺さるんですよね。あの時キキが辛かった時だよねっていう時にあのメロディーが流れるとたまったもんじゃないんですよ。あとね感動したのがやっぱもののけ姫ね。僕がもののけ姫特に大好きで、っていうのもちっちゃい頃もののけ姫をすごい見て育ったので、もののけ姫のね始まりの音、映画が始まる時は霧がかった山が見えるところで最初ね太鼓の音が1個ボンってなるんですよ。そこから低い音で始まるんですけど、こう怪しげな感じ、あの感じもゾクゾクっとしてたまらなかった。今回オーケストラの方々も特別で、ロイヤルフィルハーモニー、世界を股にかける有名なオーケストラの方々と久石さんの組み合わせだったんで、音のね重厚感とか透き通るこうメロディーがすごいんですよ。で東京ドームっていうことで音どうなんだろうっていう風に思ったんですけど、すっごくいい音でした。もちろんねコンサートホールで聴いたら格別なものなんでしょうけども、東京ドームでもすごい感動できるぐらいの迫力、透き通るような綺麗なメロディーを感じることができたので最高でしたね。僕が今回一番すげえなって思ったのがエラ・テイラーさんっていうね、トランスジェンダーのオペラ歌手の方なんですけど、この方の歌うもののけ姫のあの歌をエラ・テイラーさんっていう、外国の方が歌ってたんですけども、すっごい心にね染み渡る日本の言葉だったんですよ。日本人より日本語がお上手なんじゃないかなっていうぐらいすごいねいい声を持たれてるんですよ。でその後紅の豚はね僕も個人的に好きで、これ殺すとかっこいいじゃないですか。ダンディーなね色気のあるジャズっぽい音楽、あれすごい好きでしたね。であと最後のトトロね、トトロで泣くとは思いませんでしたよ。なんだろうねトトロ、皆さん知ってるじゃないですかトトロ。子供の頃から見てきたあの曲があのスケール感で聞かされると、なんかね自分が子供の頃に戻ったようなすごい感動があるんですよ。トトロで泣くとはっていう感じに思いましたね。はい。3番目に流れたもののけ姫で待ってた曲がなかったんですよ。明日かとさんっていう曲があるんですけど、これ聴いたら皆さんねこれかって思うんですけど、すごくいい曲なんですよ。でもこれをやんなかったんです。3番目にやんないのかーってちょっと残念に思ってたんですけど、最後アンコールで曲3つやったんですけど、3曲目かこれがね流れたんですよ。もう最高に泣きましたね。これはもう最高に気持ちよく泣きました。明日かとさんも最後の最後に撮っておくこの久石さんも憎いねって思うぐらいもう感動いたしました。僕らの席は A 席だったのでちょっと離れてたんですけど、豆粒サイズの久石さんが見えるぐらいだったんですけど、それでもね久石さんの指揮をする情熱的な楽しそうに振る姿は遠く
から見ててもすごいグッとくるものがあったし、大きなスクリーンでね久石さんの姿を見ることもできたので、もう感無量でした。久石さんと同じ空間で同じ空気を吸いながら、この久石さんにしか流せないこの音楽を存分に楽しむことができるって、どんだけ贅沢なんだろうって、もう最高でしたね。久石譲さん、関係者の方々、そして何よりチケットを譲ってくれた母さん、本当にありがとうございます。素敵な時間を送っていただき、これで私はもう悔いなくいけるんじゃないかなと思いましたね。それぐらい素敵なコンサートでした。ということで、今回はね久石譲さんのコンサートをメインに Vlog 撮らせていただきました。次回もお楽しみください。